はい、おはようございます。リオレアリスの加藤隆です。今回ね、大江五山でね、春バスを狙っていきたいと思います。では、やっていきましょう。食ったよ、食ったよ。やばいよこれ。がっつり。お、食った食った食った。やばい、めっちゃ引いた。余裕の40アップ。一人勝ち最近の大江五山の状況でいうと、結構暖かくなって魚の反応も結構良くなってきて、これからどんどん釣れる一方の感じなんじゃないかなと僕は思ってます。はい、五山川でね、最初のポイントやっていきたいと思います。はい、リグルカーリーのね、猫リグでやっていきたいと思います。ちょっと丁寧にね、カバー周りをやっていきたいと思います。テンポよくね、ちょっと足元だけ最初は狙っていこうかなっていう感じで思ってます。大江五山に関してね、絶対ね、僕が心がけていることは、まずすぐにね、降りない、その足音で逃げるバスが結構いるんですよ。なんでね、最初は入る前にちょっとね、上からスッとね、足元を狙ってやって、そこからポイントにさーっと入っていくっていうのがね、僕のやり方です。これだけでね、だいぶね、聴覚が変わるんで、ほんとまずは足元から。なんで足元かっていうと、壁があるんで、そこにエビとかね、小魚をね追いかけてね、こう追い込む、そういうね、バスとか習性があるんで、やっぱりね、足元っていうのがまず最初のポイント。その後にどんどんこう広い範囲で探っていくっていうのがね、僕的狙い方です。大江川、五山川、こうやって目に見えるね、杭とかね、まず狙っていく。そこについてるバスってね、結構いるんでね、闇雲にね、こう広いところをね、何も分からずにこうやっちゃうと結構時間かかっちゃうんで、まず目に見えるもの、ざっと見た時にこう目に見える杭とかね、落ちた木とかね、そういうのをね、やっぱりね、しっかり打っていくと消化が出やすいと思います。今このリグルカーリーをね、猫リグで投げている理由なんですけど、同じようなね、リグルクローラーというものがあります。でもね、それのリグルクローラーっていうのは、僕の中でエビなどのね、甲殻類系の位置づけ、そしてね、リグルカーリーっていうのが、小魚を演出するような位置づけです。それをね、猫リグで使ってボトムをつつくような感じで今使っております。あと今のね、時期的にも、バスも動き始めて、食ったよ食ったよ。おっしゃ、おお、やばい。おお、いいサイズ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 。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。もういいや、手取るか。よいしょよいしょよいしょ、イエイ。リグルカーリー、あたふたしたけど取りました。来ましたね。ほら、ばっくりリグルカーリー。ちょうどね、解説中に、ボトムをねつつくような小魚を演出っていう時にコーンって食ってきた。なかなかこの空気が読めるバスでしたね。
かりと食ってくれるか。はい、今ねちょっとね岸際をだいぶ打ってきたんですけど、まあ意外と沖でしたね。はい、沖を丁寧にやったら来ましたね。まあ、そんな感じでね、まあ時間帯によってもねシェードができたら手前側を狙うとかね、ちょっとそんな感じで沖と手前をちょっと両方やっていきたいと思います。はい、今回のねリグルカーリーボディのね特徴なんですけど、まあ、縦横扁平ツイストボディなのでね生めかしくホールします。そしてねこのテール部分なんですけどウェイビーカーリーテール、こちらもね特徴があって、波型形状なので、より生命感がねある風にホール地点でゆらゆらと落ちてってくれます。こちらのね2つの強波動が交わることでね生命感増し増しになります。はい、今回はねネコリグを使用してますが、ジグヘッドテキサスいろんなリグにね対応してますんで、ぜひ皆さんこの生命感増し増し使ってみてください。はい、午後になりました。昼になってシェードが結構くっきり出てきたんで、この実は言うと今回初めてのニンムシジグヘッドを使ったリグルカーリー、これでカバーをね打っていきたいと思います。まあこれ僕がなぜリグルカーリーとこのニンムシジグヘッドを組み合わせたかっていうと、オフセットフックなのでカバーに対して非常にすり抜けがいいで、なおさらねこうポンと落ちた時にこのテールがひらひらひらっとアピールしてくれるので、ものすごくねバス効果的だと思って、実は言うとね今初めて今思いついた感じでやってます。まあイメージ的にはなるべくこうシェードが絡んでいる場所を今ちょっと重点的に狙ってるっていう感じになります。ヘビーカバーでもねどんどん入れれちゃうので、特にハイプレッシャーのねこういう大江戸さんではねかなりこのジグヘッド使えると思います。お、食った食った食った。うわ、食ったよ。いや、これはいいサイズなんじゃないの？よしよしよし。ちょっと。あ、いいサイズいいサイズいいサイズ。おっしゃおっしゃ、食った。取った取った。しゃあ。食ったよ。よいしょ。ほら、カバーに強いよね、やっぱり。余裕の40アップ。イエイ、やりました。やばいよこれ、がっつりやばい、めっちゃ引いた。このリグルカーリーとニンブシジグヘッドのねこのセットでね、より多分誰も打てないようなところをね打ったらズドンってきた。やばい、重い、いいバス。いやー、気持ちよかった。いや釣れましたね。この思いつきでやってみたニンムシジグヘッドとねこのリグルカーリーの組み合わせ、まあ今ねこうやって結構風が強くてもねしっかり打ち込むこともできるし、しっかりアピールすることもできたので釣れた一匹だと思います。では引き続きやっていきたいと思います。
この5号からのこのシェード、やっぱりシェードがキーになってくると思う。まあ今日ねむちゃくちゃこう天気がいいんで、この天気がいい日に今僕が感じるのはやっぱりシェード、まあ、夕方になるともしかしたら巻きが良くなるかもしれないんで、それも視野に入れてやっていきたいと思います。もうもさもさのカバーにアピールですよ。みんながねこう触れないようなところにねバスは結構いたりするんでね、こういったところでもね行っちゃうんですよこれ。正直これ今僕が何をやってるか分かんないかもしれないですけど、この中のカバーを通して今水中の中に行ってます。でゆっくり回収すればちゃんと回収できるんでね、そのぐらいスナックレスがいいのでかなりこの組み合わせおすすめです。食ったよ。スライディングキャッチカバーから削り出しました食いましたね。しっかりねニンムシジグレとかねしっかりフッキングしてくれる。むちゃくちゃこの組み合わせいいかもしれないいやねこの五山川こんだけね今人が多い中でこのニンムシジグヘッドとねこのリグルカーリーの組み合わせ多分当たってるのまさにこれですよ。これ僕ちょっと今釣れてます。正直びっくりです。一人勝ちまあねこのニンムシジグヘッドとねリグルカーリー即席でさっき本当に思いついたんですけど、まあ引っかかりにくいこういうヘビーカバーに対してスイスイ打ってけれるのでリズムが狂わない。すごくね釣りやってて気持ちいいです。まあこういったねオフセットとかのねしっかりね打って操作感があるリグでねやっていくとねより超過も上がると思います。ぜひねこれ皆さん真似してくださいいやー釣っちゃいましたね。いやリグルカーリーですごいいい組み合わせをね見つけちゃってポンポンとね釣れちゃいました。このねリグルカーリーこの組み合わせ皆さんぜひね使ってみてこの生命感増し増しぜひ体感してみてください。ではまた会いましょう。ほら食った。もう絶対取るよ。お食ったよいしょよっしゃー食った。どうだろう56頭ぐらいしたら食いました。このルアーがディオポイント1000ポイントでもらえるんです。リンバーもありますよ。カモ柄のリンバーです。パイソン柄の
ウェッジ9号もあります。お金貯まりそうですね。マスタングカラーと、こちらはなんかな、葉巻のイメージ。このメジャーももらえるんですか？全部がデュオポイントでもらえるんです。やば。